1枚、2枚、3枚。今、ナッシュを始めれば最大3000円引きのキャンペーンをやっています。美味しく手軽で健康な食事をあなたにナッシュ。今日は JR 大分駅に来ました。大分市は結構な都会です。人口50万人。大分には商店街もありまして、しかもね、結構立派なんですよ。で今日はね、長崎で仕事だったんですけれども、その後明日神戸に用がありまして、で髪がねちょっとこれ伸びすぎちゃってるんですよ。切らなきゃなと思って、それでね今長崎から特急かもめソニックと乗り継いで大分に来まして、でここで髪を切ってそのままフェリーで瀬戸内海へ出発して、明日の朝神戸に着けば完璧じゃないかということを考えたわけです。なんかね、白石さんがマイクロバブルをサービスしてくれるって言うんですよマイクロバブルが出るとき教えてください。マイクロバブル多分出るときに、はい、音が変わると思うんで。あ、それでわかるんですね。はい。あ、変わりましたね。変わりましたね。今はいはい。これからよろしくお願いします。お願いします。失礼します。おお。やっぱ泡が結構ね、大量に出されるので、感覚が違いますね。この列車は中津行き湾岸列車です。ということでね、髪も切ってもらいまして、1個隣の西大分というところまでやってきました。いつもすごい短い時間に来てもらって悪いんですけど、ちょっと走ってきたからすでに髪が崩れてる感じがする。あそこですごい上手だということで、視聴者の皆さんも評判だから5年ぐらい通ってるところなんですが、到着したこの西大分が神戸に向かうフェリーサンフラワーの出発の港の近く駅です。ちょっとなんか噛んじゃったけど、このままこの映像を使った方がいいでしょう。電車がかっこいいからね。特急列車は止まりません。普通列車しか止まらないところですが、まあ大分から2、30分に1本ぐらい普通電車があり、駅舎がまたかっこいいですよ。この上のところ歪んでます。多分ここに鉄道が引かれた大昔からずっと変わらないこの駅の形、すごいですよ。昔ながらの一般駅といって、貨物列車と旅客列車が両方とも一つの駅に止まってお客さんや荷物の扱いをします。それももう全国的に珍しいです。貨物用電気機関車が今自分の出番を待って休んでいます。戦前はおろか明治時代とかからずっと姿をとどめるこの駅が別府湾に面するフェリー乗り場の最寄り駅です。いいですよね。もう観光地とかになってしかるべきだと思いますね。超かっこいい駅の佇まい。駅の目の前に国道10号があって、あそこに信号があるんですけど、あの交差点の名前をね、簡単って言うんですよ。あ、ほらほらほら、このバスにも簡単大分駅って書いてあったでしょ。今大分の人は別に疑問に思ってないらしいんですけど、ふざけて名前つけたのかみたいな面白い名前ですが、これはね、漢字があまりにも難しいので、漢も単も難しいので、ひらがなで名前を書いてるみたいです。漢字ではこのように書くそうですよ。この簡単公園を通っていけばいいのかな。フェリー乗り場まではここからそう遠くありません。もうあそこにいますね。商船三井のオレンジの煙突が見えますから、雰囲気のいい道をテクテクと進んで西大分港簡単に到着しました。掛け言葉というやつですね。いいですね。今自動車を積み込んでいる最中のこの船は商船三井系列フェリーサンフラワーのサンフラワーゴールドです。で、もともとはですね、フェリーサンフラワーという会社ではなかったんですけれども、ここにいい看板がありますよ。これより先は大変です。立ち入りご遠慮ください。フェリー。なんか思わせぶりなフェリーの一言。よく見ると上にぬりぬりしてあります。ダイヤモンドフェリー。昔はダイヤモンドフェリーという会社として運航していたのでした。サンフラワーゴールドという名前は昔から変わりません。いけない。よく見たら自分のいたここの場所立ち入り禁止でしたが、多分向こうの車が通ったりするから開けておく必要があるんでしょうね。いけない。すぐ出ましたよ。デビューから15年の本船は総トン数およそ1万1000トン、航海速力はおよそ23ノット。結構速いと思います。あ、なるほどね。こういう風にまじまじと見物させていただくのは初めてでしたが、収容力のあるこの車両後半、向こう側とこちら側と両方とも渡せるようになっているようです。空いてるのは前側で、後ろ側は空いてないみたいですね。前面から乗り込むか、もしくはワンフロア上からこの横から乗り込むかの2つ。この船のかっこいいところはこの横の車両後半ですね。通気性対策なのか分かりませんが、側面にですねバーンとこう穴が開いているのがそのかっこいいポイントでして、ここにぎっちりとトレーラーが積み込まれているのが見えます。これそうですよね。違うかな。多分そうだと思うんですが、この辺は一般のお客さんが立ち入ることのできない車両後半で、
車を持ち込まない我々のような歩きで乗る人間はこの上のフロアに入れてもらうことになります。まずちょっと裏にひっそり隠れたようなところにこの自転車が置いてあってですね、30分あたり165円でシェアサイクルを使う。だから船で手ぶらでやってきて、ここからじゃあブーンと大分市内にチャリで出発みたいなこともできるんですね。逆に言うと大分市内からここまで自転車でアクセスするっていう選択肢もあるわけか。さああと出港まで1時間そろそろですから、1時間前には、ね、港に来るようにと言われています。そして乗船の手続きをして出港の55分前には船に入れることになりました。こういう風なですね、カードキーをもらって自分の部屋に入っていくことになります。結構こうペラペラ昔のポイントカードみたいな感じね。あとなんかね、大分県の振興策の一環で1000円の船内でのクーポン券をもらえちゃいました。いいですね。それでですね、今回は一人部屋なんですけれども、早速音楽が流れてれば洗脳ソングですよ。これめっちゃ面白い。これを聴きながら部屋のちょっと簡単な紹介をしたいと思います。お、ここにこんなカーテンもあるんだね。まあちょっともっと全般的なところいきますか。今回はですね、このような一人部屋スタンダードだったかな。運賃要は1泊で移動込みで15,000円ぐらいで今回乗れたと思います。それからこのような洗面がついてまして、ここの鏡とハンガーのところですね、まあ、こんな感じになっていてですね、あとは荷物はどっかここら辺の空いているところに置くという感じです。でここにはしごが固定されておりますが、このはしごを必要とあらば取り外して、そしてまたもしこの部屋を2人で利用したいのであれば2人分の料金を支払ってこれをバターンと倒すことによってですね、2人でも利用することができる、まあ、特急サンライズ号のシングルツイン的な発想のやつだということですね。あとは小型のテレビジョンがありまして、シャープですね。僕のうちも大昔これでした。懐かしい。でデジタルテレビの他におそらく BS が入ると思います。やっぱそう、衛星放送があるんでね、どんなところを投稿していてもテレビは見られると思います。しかしあれですね、この部屋ごとにテレビが置いてるわけだから、部屋ごとに受信料がかかるってことでしょ。いや絶対そうだと思うんですよ。それは大変ですよね。あとここにこんななんか椅子があって引っ張り出せるようになってる。こういう取っ手付きの引き出しタイプの椅子って面白いですね。簡単に動けますね。はいはいはい。これに座ってですね、もし何か例えば瀬戸内海を航行中仕事しなきゃいけないとかなったら、ここでやることもできる。割とビジネスにも使えるような感じなのかなと思います。先ほどから流れてるサンフラワーの歌なんですけど、なんかね2パターンぐらいあるみたいなんですけど、なんですか、船内でこう流れる音楽が2曲あるようなんですけど、2曲とも同じで歌う人が違うだけの曲が、出港の手前ぐらいまでエンドレスでこんな感じで流れております。これただの洗脳ソングではなくて相当歴史もあるらしいです。なんか今のもう定年とかが近いような方が子供の頃からこの歌を使ってるらしい。確かに言われてみればね、そういうちょっとこう歴史を感じるセンスの歌だなっていう感じ。せっかくだからもうここまでいったらいつまでも使い続けてもらいたいですね。日本を代表する船の洗脳ソングといえばサンフラワーの歌と、あとジャンボフェリー、もう一個なんかあげたいですね。何かな。本当はね、スイッチをこう消してしまえば別にこの曲を聴きたくなければ聴かなくてもいいんですけど、せっかくなんでね、なんか乗ったら聴かなきゃいけないような気がしますよ。ちなみに今年フェリーサンフラワー50周年なんだそうです。50年前はなんか聞いた話では本当か分かりませんけど、ホノルルまでフェリーを本当は運航させるはずだったらしいですよ。雰囲気のいい海の旅を楽しんでもらおうというのが創業時からの重要なコンセプトのはずです。もちろん基本的な収益源は我々乗客、一般乗客ではなく、ああいう物流を担う大型トレーラーの積み込み、あれによってがっつりと収益を上げて、さらに上に余っているスペースで我々も運んでもらうついでみたいな感じだと思います。我々はついでのお世話になっているということを忘れないようにしましょう。今一番夕景が綺麗な時間帯のようです。あちらが大分県の第2の都市温泉地別府で、大分はこっちの方なんですけれども、ちょっと逆方向なら見えるかな。すごいいいですね。なんか戦前の豪華客船みたいな横幅のこのゆとりじゃないですか。5階とあとは7階の後方に出るところがあるみたい。もうレストランもやってるのかな。船はでかいですからね、半端な建物よりは上に位置しているので、要は動く展望台みたいな使い方もできるわけです。
大分市といえばその立地条件を生かした工業の都市として知られています。製鉄所かな、明かりが見えます。ここになんか謎の柵で区切られたまたエリアがありますが、多分これが上級のかなりいい部屋なんでしょうね。今回はそんなにいい方の部屋には泊まっていません。私が泊まったよりもさらに上のランクもあります。あそこがあれブリッジかなみたいですよね。これからあそこで仕事される方もいらっしゃると思います。今多分右舷側に寄ってるんじゃないですかね。こっちの方が多いでしょう。あとはですね、ウィズペットルームっていうのがあるんですけれども、これ結構最近のフェリーにはいっぱいあるんですが、これは僕は絶対入るなんて書いてありますけど、見るだけならいいでしょう。ここにそのウィズペットルームがいくつかあって、ペットと一緒にこういう風にできるっていうんですが、ペットと一緒に船に泊まる日本初。そうなんですね。ペットを部屋に入れてっていうのはサンフラワー発祥なんだ。このお姉さんたちの服装はちょっとなんか今よりもね15年ぐらいなんか昔な感じしますね。2000年代って感じしますよね。その頃から貼ってあるポスターでしょう。出港のタイミングが近づきまして、皆さん順次待機しています。ブリッジには船長さん、そして桟橋にはそれぞれ係留の綱を外す人たちがもうすでに待っています。また見送られる人たちもいるのかなと思いましたが、あまり見送りに手を振る人は出てないですね。見物に来たと思われる地元のお休みを利用した方たちがちょっとあちらにお姿が見えますね。なんか今下の方でヒューって音がして、ちょっとうーっと船がうなり始めました。補助動力が動き出した感じがします。ほらほらほら、ゴゴゴゴゴって落としてます。わかります？上の根が鳴り、砂が緩められて、これを落ち着いて上の根に沿って外します。ちゃんと外されたということを確認したら砂を巻き取り、これで船は自由になりました。そうしたらば今下の方でグーグーうねってますけど、こっちがですね船の後ろ船尾方向になりますから、あの辺からこっち向きにスタンスラスターというのを使って水を噴射して岸壁から離れていくことになると思います。スーツさんすごい詳しいですねみたいにこういう説明をすると思っていただけるかもしれないですけど、船に関係することはちょっとでも興味がある方はみんな知っていることなので、僕は全然船のことは知りません。いいね、この雰囲気ですよ。サンフラワーゴールドというだけのことはあります。また陸上のスタッフの方がペンライトを振って皆様をお見送りをいたしております。陸上の係の方がペンライトを振って我々を見送ってくれると言っています。あ、見送ってくださってます。すいません。最高速力 23.2 ノット、時速約 43km の大型カーフェリーでございます。大型で高速を発揮するカーフェリーです。どうもお見送りありがとうございます。船長さんも振ってますね。あれはなんか仕事上必要なのかな。生理のアルコール消毒、マスクの着用にご協力くださいますようお願い申し上げます。それですね、この西大分港の様子なんですが、よく乗るフェリーターミナルと比べてだいぶ様子が違うの分かるでしょうか。どう違うかというと、周りにマンションがあったり、あれはなんだパチンコ屋があったりですね。それから他にもいろいろ公園とか普通の人が来るような施設がたくさんあります。通常ね、港というのは普通の人が来るような感じではないんですよ。例えば家族がちょっと船見に行こうかみたいな感じで気楽に来られるような場所だったら、こういう大型トレーラーとかが動きにくかったりとかするじゃないですか。こういうのは町外れの車のために最適化された、人が全然来ないようなところ、もう民間人なんかいないようなところの方が活動しやすいはずです。じゃあなんでこの西大分港がこんな街中にあるのかというと、
伝統ある歴史ある港だからですね。昔から使われ続けている一線級の港です。あそこにちょっと古風なライトアップされている建物がありますが、あれはね結婚式場だそうです。それで、建物の名前はザ・クラウンベールロータスベイというらしいんですけど、ロータスベイっていうのは何なのかというとですね、このロータスというのはハスの花なんですが、ハスの花、昔の言葉で言うと簡単なんだそうですね。ここは実は昔簡単港と言いまして、もう明治時代ぐらいからの歴史ある近代的な港湾なのです。なんなら今本線が出ていくところの別府湾、大昔は別府湾ではなく簡単湾といったのです。大昔に作られた港が今でもそのまま使われている結構珍しい例だと思います。おかげさまで JR の大分駅から電車に乗ってブラッとやってきて簡単にアクセスすることができました。大分はとにかく海の便利の良いところ、もう向こうに見えている明かりのほとんどが船の明かりです。向こうからこちらに近づいてくるものもおります。あれは実際にはですねこっちへ来ているわけではありません。夜の時でも船がどっちを向いているかというのは明かりを見れば分かります。赤い光が灯っているので、あれはですね今左に向かって航行している船だということが分かりますが、カーフェリー宇和島運輸の黎明丸です。松山にほど近い八幡浜、四国とこの別府を連絡する船です。お、別府湾を見ながら進む日豊本線の電車がいますわ。415系かな、もうすぐ引退しちゃうんじゃないかと言われている古い電車です。水面にその明かりを灯しながら走っていますね。もうじき西大分に着きます。大分はこのように瀬戸内海の一番西に位置しているところです。これから瀬戸内海を東へ横断して神戸へ向かうことになります。実は神戸は福岡北九州とかよりも大分からの方が近いんですね。最短距離で行ってくれるルートなのです。船が交通の主役であった時代には瀬戸内海は日本の交通の一番の表舞台として活躍していた場所だと言ってもいいでしょう。その瀬戸内海の終点に位置する大分、ここが栄えた港になるというのも当たり前のことかなと思います。あともう一隻のサンフラワー見つけましたよ。これがさっきの宇和島運輸の方ね、黎明丸で、これですね、分かりますか。画面の真ん中あたりに緑の光が灯ってオレンジの明かりがぼやぼやっとありますが、あの向こうに見えているのがもう一隻サンフラワーアイボリーです。来年には引退する予定となっています。しかしその奥に見える別府の夜景がすごいですね。いかに急な坂道に人が街を作って住んでいるか分かります。これ道路の景色ですよ。信号が上にビカビカビカと連なっています。急な坂だからでしょう。ちなみに船は基本的に安全航海のために、船がどちらへ向かっているかのこの標識灯みたいなのをつけることになっているのだそうでして、先ほど紹介したように左側には赤いランプを灯します。左舷灯というのかな。お、危ない危ない。右舷側の大分港の真の実力を見るのを忘れるところでした。こちらが工業都市大分の夜景。これなんかタンカー的なやつだと思うんですけどね、背が低いですから。さっきは大分西港という風なところから出たようですが、こちらは大分の港の中で言えば東部に位置するんですかね。きらめく夜景が止まりません。そして今日はほぼ満月、いやもう完全な満月なんじゃないかな。別府湾ってね、月見の名所だと思いますよ。ここに夜景をバックにして明かりを灯す月の美しさ、九州まで来てわざわざ見る価値があるんじゃないかなと思います。石油化学コンビナートですね。なんか排出するものをなんか無害化するためだったかなんだかで炎が燃えているのがよくそういった場所で見られる光景です。月明かりだけではなく夜景も燃えるかがり火も別府湾に全て一つに入り混じり反射します。それからあと船のね、右舷灯とか左舷灯の話しましたけれども、こちらは今右舷の方に来ていますので緑のランプを灯しています。一旦自分の部屋に戻ってきました。現在地はですね、ちょうどここに脱出経路が書いてあるから大体これでわかると思うんですが、現在地こういう場所なんですよね。この図で言うと右が、船の前方船首になります。まさに船の内部に入り込んでいるわけです。もちろんこの部屋にも窓はありません。全然それはいいんですけど、ただ窓がないとですね、これ分かりますか、見ていただくと分かるんですけど、すぐにこういうふうに電波状況がないみたいな感じになってしまって通じなくなります。だから誰かが僕に電話かけてきても分からないんですけれども、それ以外にですね、インターネットに関しては船内 Wi-Fi がありまして、これでね、Wi-Fi、あとこのフェリーサンフラワーってあるんですけど、これに接続すればこの部屋が船の内部にあるから、それで電波が弱くなってしまうということについては解決できます。
でもそもそも船が県外のところを航行していたらどのみちネットは通じないですけどね。その別府湾も過ぎまして、もうほとんどその出口みたいなところかな、たくさんの船が錨を下ろして止まっているようですが、ここで本線の後に続いて別府港を出港した、こっちかな、これですね、サンフラワーアイボリ大阪行き、大阪行きと神戸行きが毎晩別府湾をほとんど同時に出港して、縦に並んで一緒に瀬戸内海を横断していくんですね。いい眺め。夏の日の長い時期だったらすごい光景だったでしょうね。さて、じゃあそろそろいいかな、レストランに行きましょう。もっとね早くから行きたかったんですよ。ずっとお腹減ってたんですが、早く行くと混んでるんでね、遅く行くことにしていました。1500円で今なんかスモールバイキング、どの程度何がスモールなのか気になりますが、バイキングをやってくれてるそうです。その月によってですね、行った先の名物を提供するというのがサンフラワーの売りで、日田の焼きそば大分県名物ですね。あとね、すごいのがインファント、つまり乳幼児、0歳から3歳はタダなんですね。なかなかね、0歳から3歳とはいえタダで提供する飲食店って珍しいと思いますよ。3歳児が1人で乗船した場合、何でもかんでもタダで食えるってこと。それでその1500円のスモールバイキングですか、行ってみましたけどもね、なんか異常事態ですよ。一体どこがスモールバイキングなのか説明してみろよ、レストランの人にね詰め寄ろうかと思ったぐらいの充実した内容。おかしいよねこれ。取り放題ですよ。肉じゃがは普通に肉じゃがだし、鶏天ね、これ大分県名物の鶏天ですよ。僕も大分に行ったらね、鶏天ばっかり食べてるんですけども、非常に美味しい。取り放題、メンチカツとかね、お刺身もこう綺麗に盛られたものがあるし、これがその日田焼きそばですか。ネギも取り放題ということでスプーン8杯分ぐらいかけてしまいました。もっとね、あとねスプーン13倍ぐらいまでいこうかと思ったんですけど、なんか法律に触れる可能性あるなと思ってやめました。これはねバーニャカウダなんですけれども、バーニャカウダのこれなんかマヨネーズみたいなのあるじゃないですか。これもね、なんかこうただのマヨネーズなんじゃなくて、なんかこんな見たことがないような機械がぐるぐる回ってですね、それをこねくり回してるわけですよ。それでデザートコーナーも行ったんですけども、デザートコーナーもこのパイナップルとかこんないろいろあるわけですよ。おかしいよね。1500円でいいのかなと思うんですけど、なんか余裕で元が取れちゃうんじゃないかって気がしますけどね。市場でもないようなサービスが平然と行われている瀬戸内海です。こういうものですね。これにこう かけます。醤油ではありません。今一瞬映しましたけれども、これの商品名は鶏天スープ。こんな大分県でしか売れないだろう。大分の企業なのかな。大分県臼杵市って書いてあります。やっぱそうだ。さらに大分県ならではのかぼすポン酢もあります。かぼす、これもね、またここかけちゃう。またね、醤油もちょっと出しすぎてしまったんですけど、これね、九州の甘い醤油なんですよ。そんな塩分は 0.7 か、これ1袋で。これもメンチカツです。こんぐらいでいいかな。ちょっとつけすぎと気づいたのでシェアしよう。充実したバイキングね。もう僕はフェリーサンフラワーの会社の金銭感覚が心配ですよ。もうサービス会場がおかしくなっちゃってるんじゃないかなみたいなですね。実際にはね、多分冷静になって計算してみると、そんなになんか元が取れないようなメニューではなくて、全然なんですか、船会社的にはね、利益上げられる価格とメニューで揃えてるんだろうなっていう感じするんですけど、工夫がやっぱすごいこう凝ってる面白いメニューをいっぱい集めてくれてるんで、満足度としてはもうとても高いものがあります。ちなみにこの1000円の券はレストランでも全然問題なく使えるらしく、また明日の朝ごはんで使ってもいいんですけどね。なんで使わなかったのかっていうと、後から他の方が来てたんで、売店で使えばいいやと思ったのでした。でも乗船日とその翌日しか使えませんからね。もしこれ使い忘れたら泣くに泣けないですよ。サンフラワー的にも多分使ってほしいんじゃないかな。多分使った分だけサンフラワーに大分県からお金支払われる仕組みなんじゃないかなと思うんですけど、どうすかね。あとね、レストランの支中長さんっていうのかな、偉い人がいらしたんでお聞きしたら、飲み物持って帰っていいそうですね。炭酸水を持って帰ってきました。いやー、融通が効く。9時半になりまして、レストランは終わったそうです。でも明日の朝6時からまた営業してるっていうんですね。本線営業時間長いですね。レストランの方大変だと思うんですけど、ありがたいです。売店よりご案内を申しその上げます。売店にも行ってですね、全部消費してきました。まずこれを大分に行くとありがちな、大体ね、大分の名物が売ってるところ行くと手に入ると思うんですけど、JA のかぼすドリンク、これ美味しいです。これを
あと30分ほどの営業でございますので、ご利用のお客様はどうぞ時間内にご来店くださいませ。炭酸水と一緒に交互に口の中で調合して炭酸かぼそを作るスタイルですね。Please finalize any purchases before that time. Thank you. お客すごい美様味しいな。へ全然美味しそうに見える。展望大浴場のご案内を申し上げます。大浴場も10時半までなんですよね。 22時30分髪切ってもらったばっかりだからね、シャワー、シャンプーしてもらいましたけど、もう一展望回大浴場のご利用を終了させていたで、このだきます。カボス以外にももちろん、買いました。これがですね、ザビエルという大分の名物のお菓子。これうまいです。開けるのに時間かかる。こういう感じね。これじゃわかんないか。危ない危ない。キャッチしました。手は消毒してあるんで、いいんですけど、こういう感じ、こうちょっと固めのバターの香り漂う博多通りもんみたいな感じ。5個入りで500円でした。それからね、一番はね、これを買ったんですよ。これね、売ってるんだと思ってね、さっき船内で売ってた、言ってたサンフラワーの歌なんですけど、あれが収録された CD です。で、まさか B 面っていう仕組みじゃないと思うんですけど、多分全部こっちの面で再生できると思うんですけど、2曲しか入っていなくて、サンフラワーの歌とサンフラワーの歌カラオケ、これを家でエンドレスで流せば地獄の日々を送ることができるね。まあ結構ね楽しいんですけど、この曲自体はねすごいいい曲だと思うんですけど、やっぱね聴いてからね数時間の間頭の中でふとした瞬間にサンフラワーふっとこう上がってしまいますね。これ食べますね。行儀悪いわ、すみません。よし、じゃあね、10時40分寝ます。明日の7時55分に神戸に着くんで、今から寝ておけばぐっすり寝られます。ほんともっと早く寝たかったんですけどね、やっぱ船内でやることが多くてね、意外に寝るのが遅くなってしまうものです。とはいえ、まだ歯を磨いてません。で、この部屋のいいところは、窓はないんですけれども、これがありますんでね、これなんていうの、洗面。ブルートレインの寝台がしっかりなんですけども、やっぱねこう歯を磨いたり顔を洗ったりとかするときに、あ、よかった、こう洗面所付きの部屋でってすごい思うんですね。これ結構エコな歯ブラシらしいです。おお、すごく柔らかい毛先だ。いいですね。サンフラワーのスリッパを履いてね、やっぱなんかこれはもうこの横向きにつけるっていう風なフェリーサンフラワーの、これはもうなんか信念みたいなものなのかな。船と同じ感じですよね、こうやると。このタオルを持ってですね、お風呂上がりまして、ちょっとお風呂に入った時のタオルをこう体拭いた後床歩いたやつとかだとちょっとなんか綺麗かわかんないからね、洗っておき、今日最後の船内放送してますね。結局ね、ブルートレインとか寝台特急サンライズ号の一番いい部屋、シングルデラックスとかね、昔のブルートレインのシングルデラックスもこんな感じだったんですよ。で、あれの寝台料金と同額で移動全体を賄えてしまう。言ってる意味わかります？要するになんかブルートレイン昔のだと鉄道と3万ぐらいかかるやつが1万5,000円ぐらいで移動も、宿泊も両方できてしまうってことなんですね。しかもここは天下の瀬戸内海航路で全く揺れません。それはまあ日によるでしょうけど、船が揺れていることに気づくこともできないぐらいに静かです。向こうちょっと明るくなってますけれども、松山市とかの明かりだと思います。瀬戸内海は結構運航の難所も多い代わりに、やっぱり夜中でも島がこんなにたくさん見えてて、灯台の明かりが届き、最高の眺めですよね。これがあとは明るかったらどんなにいいだろうか思うかもしれませんが、フェリーサンフラワーでは年にそれぞれの航路で一度ずつ日中運行を行っています。だいたい10月11月に瀬戸内海航路の日中運行がありますね。松山のすぐ近くですね。やっぱあの明かりは松山市の明かりなんだ。もうちょっと我慢して起きていると、日本三大潮流の中の一つ、潮の流れが速いことで知られる来島海峡を通過しますが、まあ暗いしね、暗くても楽しめると思いますけど、でもちょっとそこまで起きてるのは辛いかな。あとね、気になったのは本線は鬼滅の刃に関連するものが多いですね。これ反対側もね、トラックドライバーの方への感謝の気持ちがカラーで綴られています。これ素晴らしいことだと思うんですが、うまい。洗面所とかにもあるからね、
もう多分この乗組員さんが普段から趣味で描いてるんでしょう。あと、この上にある上段ベッドなんですけれども、これは2人で使う場合にはバタンと引っ張り出せるわけですが、2人で使うとなると、例えば1人は寝てるんだけど、もう1人は起きていたいみたいなことが起こりうるじゃないですか。でそういう時に、下段の人だけ起きていたい場合は、例えばこれ電気をつけて、で、上のベッドがこうバターンと倒れてくると、このカーテンがこう下に降りてくるじゃないですか。そうするとこれが僕の分のカーテンになるんですよね。で、上段の人が使うカーテンがここにあって、でこれがベッドが倒されて完全体になった瞬間にこの2つのカーテンが意味を持つということになるわけです。結構面白いですよね。現在は1人で使ってるので、もう1個の人もいないからカーテンを閉めたりとかする必要はないでしょう。このまま寝ます。もうね、さっきブルートレインがどうとかいう話もしましたけれど、やっぱ海が落ち着いていればという条件付きですけど、基本的に寝心地の良さとか費用対効果とかはもう鉄道と船だったらもう船に勝てるわけないんでね。ブルートレインとかのいいところは夜の街の中をターッとこう走っていって景色がかなりたくさんあるということですよ。船ももちろん素晴らしい景色にたくさん出会うことができるんですが、夜の景色はねどうしてもないので、街の中の景色というのもありませんし、それが大きな違いかな。だからそれぞれの良さがあると僕は思いますよ。でも船はすごくそれを楽しめる。じゃあ長く喋りすぎました。これで終了ですね。おやすみなさい。間違えた。ショップ並びにレストランはただいま営業いたしております。6時10分ぐらいに船内放送がかかりましてですね、それで、起きたんですけれども、枕の匂いが昔のブルートレインみたいな匂いで懐かしかったですね。ちょうど本線明石海峡をくぐるところです。明石海峡大橋、世界最長の吊り橋だったんですけれども、今は最長ではなくなりまして、トルコかなんかにですねもっと大きな橋がかかったようです。全長およそ4キロの橋です。下で白波が立っていますが、これは海流がかなり速いからでありまして、交通の難所として知られてきたところです。瀬戸内海は交通の難所が多いですよね。向かい側は淡路島と本州、そして四国を結ぶ重要なルートの一つを担っています。そんなこと説明しなくてもみんな知ってるか。豊前と阪神を結ぶ船に乗れば、海外この橋の下をくぐることができます。漁船は波に揉まれて大変そうです。全然苦労してるような様子は受けませんが、ほっといても流されちゃうんでしょうね、あの辺りの海流は早く。その分あの辺のわざわざ白波が立ってるちょっと航行がめんどくさそうなところに集まっているのは、そういう場所を好む魚とかがいるんでしょうか。現在地はすでに神戸市の沖合です。ここで右舷前方に宮崎カーフェリーのフェリー高千穂が見えてきました。本線と同様に今から神戸港に入ろうとやってきている船です。もちろん宮崎からやってきた船です。また左舷前方にはちょっと大きめのフェリーの姿がありますが、あれは昨晩同時に別府港を立ちました大阪行きのサンフラワーアイボリーで、あれがあそこにいるということは要は抜かれているわけですけれども、もしかしたらちょっと早起きすれば抜かれる瞬間を見られたのかな。性能的には乗船中のゴールドの方が上なはずなんですが、そこまで多分全力で急がなきゃいけないみたいなこともないんでしょうね。もうすでに神戸市の街並みが見えています。そして神戸港に向けて舵を切り始めました。また室内に戻ってきて、まだ見てない設備があった。サロンってのはなんだ。もともとなんとかサロンだったようですけど、なぜここに目張りされているのかも気になりますが、これ何のための施設なんだ。団体で食事したりする人が使うのかな。修学旅行でね、やっぱ白石さんから聞いたように利用する需要があるみたいなんで、あとは例によってトラックのドライバーさんみたいな方がよくやっているゲームコーナーがあるんですが、この船2007年就航なんですけど、2007年のゲームって感じじゃないですよね。随分レトロなのが多いな。代々のサンフラワーで受け継がれてきたのかな。興味深い景品が多いですね。野原しんのすけのフィギュアがあるんですけど、フィギュアにするとどういう造形になるのかっていうのが気になります。顔の形。あとなんだ NHK のやつか。ぼーっとしてんじゃねえお前。人の揚げ箸ばっか取りやがってお前。あとアルコール検知器とかですね、爪切りとかですね、結構
なんか実用的なものもありますね。これ Wi-Fi を拡大できるやつがあるの。神戸港近づき、だいぶはっきり見れるようになってきました。あっちがフェリー高千穂。宮崎カーフェリーもなかなか早くてですね、宮崎を19時10分、神戸7時30分ということで、私の乗っているサンフラワーとほとんど同じような所要時間で宮崎から神戸まで来ちゃうんですね。神戸からこんなですよ。こんなところにある宮崎って遠いイメージなんですけど、阪神からだったら割と近いんですね。昔に寝台列車の水星号ってありましたけど、水星より宮崎カーフェリーの方が早いですよ。しかも宮崎カーフェリーは超立地いいですね。三宮の目の前に止まるんだ。あれも便利そうです。こちらもね、そこは別に不便な場所ではないと思いますが、六甲アイランドというところに着けるはずです。じゃあ、あとね、到着まで45分なんで、朝ごはんまだやってるんですけど、朝はいいや、ちょっと昨日食べ過ぎましたんでね、このお菓子がまだ大量に余ってるから、これをとりあえず2つぐらい食べて、朝お茶でも飲んで寝て、神戸に着いてからなんか食べようと思います。地上デジタル放送も大阪局になってますね。昨日はね、大分かどっかあっちの方のテレビが流れてました。ちょうど日高本線の配線跡なんかこう辿って遊びましょうみたいなことやってな。このベッドの親切なところは、この、なんですか、掛け布団の、ここ体との間に敷くシーツは、これ自分でこれを重ねてる方式なんですけど、ベッドのシーツについてはピシッとかけてくれてますんでね、ベッドメイキングする必要なし、楽です。神戸港に入ってきました。さっき入港の汽笛も鳴りました。この船が通り過ぎたのを見計らって、ヨットの人がこちらに近づいてきます。サンフラワーがいるからちょっと近づいてみるかみたいな、そういうノリももしかしたらあるのかな。多分この角度なら安全性は大丈夫でしょうしね。後から来ました。あれは阪急フェリーでいいのかな。ごめんなさい、シティラインって書いてあるから、あれは名門対応フェリーかな。北九州新門司港から出て大阪南港を目指して、今もうちょっとのところ進んでいる最中だと思います。ガントリークレーンが並ぶ、ここが六甲アイランドですかね。海の方に埋め立てられた比較的神戸では新しい土地です。自動車運搬船と思わしき大きな船が止まっています。六甲山系のふもと、あちらが兵庫県の本土で、こちらその少し海の方に埋め立てられたこの六甲アイランドは物流の拠点であり、また奥には宅地開発がなされている地域もあるようです。ここに設けられた神戸東港に就航している旅客フェリー航路は3つあり、乗船中のフェリーサンフラワーと、あとは北九州新門司からやってくる阪急フェリー、そして四国の新居浜からやってくるオレンジフェリーっていうのがあります。この船が朝の一番乗りのようです。やっぱり六甲アイランドの方は新しい効率的に考えられて作った港ですからね。この港周辺にも昨日みたいに結婚式場があったりとかマンションがあったりとかということはありません。ちょっと普通の人が近寄るような雰囲気ではないようなところに港があります。奥にあるのも基本的に物流関係のものばかりが並びます。住宅地は確かにありますけれど、ちょっと港からは遠いですよね。コンテナなども昨日の大分港に比べれば随分並べやすそうに置いてあります。商船三井のコンテナですね。 MOL と書いてあります。昔から使われているワニのマーク。下船にはちょっと時間がかかると思うんで、割と最後の方まで待ってようかな。その間に今更ですけれども、この船の他の客室なんですが、ホームページに載ってる写真そのまま、見ていただくだけなんですけど、デラックスベランダ付き、これが昨日の夜ね、こう仕切られていたところだったんですね。島から本土までは連絡バスが出ていまして、これが230円だったかな。でも最初ものすごい混んでましたね。今少し降りたからいいんですけど、積み残しが出るんじゃないかレベルで混んでいたので、なるほど、これは早く降りてさっさとバスに乗り換えた方がいいかもしれませんね。乗ってきたのはこの神戸フェリーサービスというバス会社のやつだったんですけど、つまりフェリー連絡専用のバスがあるということなのかな。これで阪神電車、阪急電車、あと JR 西日本と、ポートライナーにですね接続があります。ポートライナーの駅まで乗るだけだったらばお金はかかりませんが、結局ポートライナーに乗り換えるよりはバスでそのまま本土の方まで渡ってきた方が全体の運賃が安いですね。運賃230円でした。あとは阪急、間違えた、これは阪神だ。阪神でわずか6分で三宮まで行けます。西大井だとはまたちょっと違う趣がある駅ですよね。うわ、すごいな、高架下。これ80年ぐらいこのまんま基本的に変わってないんじゃない？
1929年からこのように高架下が開発されてるみたいです。冷房完備、お客さんはいっぱい通りそうですね。いい作戦ですね。そしてその阪神電車にも乗りまして、もうすぐでした。ゆっくり来ても9時前には着いていると思います。神戸三宮に到着しました。1枚2枚3枚、今ナッシュを始めれば最大3000円引きのキャンペーンをやっています。美味しく手軽で健康な食事をあなたにナッシュ。